7時43分。ギリ負けた。おはようございます。三日坊主の私が朝活の習慣化に挑戦中です。5週目。先週2度寝に乾杯した男の仕切り直しの週です。ついでに週末には夏休みがぶら下がっています。さて、今週も続くかな。朝からギリ負けた男とスタートダッシュ。先週余裕で8時起床をかまして負けまくった人間の起き方としては正直悪くない。けど、立て直しましたっていうにはちょっと遅い。月曜の朝って体がまだ休日の設定のままなんです。何も考えられない。普通に休日から平日に体を戻すための休日を間に作った方がいいと思うんですけど、以下無限ループ。月曜の朝起きてはいるけど心は切り替わっていない。とりあえずコーヒーを入れて机に向かいます。やる気は今日も特に湧いていません。それでも座れるようになったのは5週間やってきた中で唯一まともに変わったところかもしれません。まあ43分寝坊している時点で大きな顔はできないんですけど、デーペロ。仕事を終えて帰宅。いや、暑すぎるだろう。誰がこんな熱々にしていいって言ったんだ。許可取ったのか、今日か。駅から家までの数十分でシャツが背中と完全に一体化します。エアコンで済んで場に伏せておいた融合解除を使ってシャツとの融合を解除したら、今日の夕飯はゴーヤチャン、私の得意料理です。とは言っても得意になった理由は簡単だからなんですけど、多分10回は作ってて10回とも成功してます。まあ10回やって失敗する料理の方が難しい料理ではある。得意料理の定義って意外とこんなもんかもしれません。はい、完成。ご飯を食べたら夜活。今日も机に向かいます。やっていることは地味です。派手さは一切ない。座って手を動かして時々止まる。文字にするとそれだけです。正直月曜の夜って1週間で一番サボりたい夜なんですよ。週は始まったばっかりだし、今日くらいはって言い訳が勝手に湧いてくる。言い訳の湧き水こと飲めない湧水と言われた私です。でも私は一回サボるとそのまま週ごと崩れる意志三角タイプ。なので月曜は中身より座ったという実績を優先します。あと、この時間があるかないかで翌朝の自分の機嫌が違う気がしています。とりあえず何かやったという確信が私の何かを下げずに済む。これが私のやり方です。切りのいいところで切り上げて歯を磨いて風呂に入ってスキンケア。この順番だけはもう体が勝手にやります。考えていないのでサボりようがない。意志の弱い人間にとって考えないことが一番の防御です。1日目終了。2日目7時15分。昨日より28分進化しました私です。いつも通り歯を磨いて寝癖を直して朝活です。ちなみに少し前から肋骨を疲労骨折してまして、原因は咳のしすぎだったんですけど、人間って意外と脆いですね。なので朝のランニングはしばらくお休み中です。4週間以上経ってまだ若干痛いのが消せないんですが、ここで無理して長引かせるのが一番ダサいので、一応安静を継続します。走れない朝は机に全振りで。今日の中身は勉強。朝一の脳ってまだ何にも汚染されていないので、覚えたいことはここに置くのが一番入る気がします。で、勉強に飽きたタイミングで残りはいつもの作業へ。飽きたら種目を変える。集中力が続かない人間なりのローテーション作戦です。一つのことを何時間もやれる人、尊敬します。私は無理でした。出社の時間までこの2本立てをやっていきます。帰宅して即料理を始めます。まず着替えるよりも先に火をつけるが来る日はだいたい相当腹が減っています。市販の調味元で作ります。こちら丸宮の麻婆豆腐。めっちゃうまいんですよ。味もいいし辛さも店っぽくて豆腐一丁で作れる。でも今日はナスも余らせているのでこちらも追加しようと思います。麻婆ナス丼にしよう。ナスって火を入れると人格変わるんですよ。さっきまで淡白な顔してたやつが急に主役級になる。トロトロでうまいやつ。早速いただきます。味がいいね。料理中に回しておいた洗濯物も片付けます。効率的に進める。これって意外と楽しいことですよ。なんか得した気分になるからだと思います。ご飯を食べたら夜活。昨日と同じ時間に同じ椅子に座っています。昨日はサボりたいとちょっとだけ戦いました。今日はその葛藤すらありませんでした。飯を食って皿を置いて洗濯してそのまま座っている。淡々と一つずつこなす日常ルーティーンという仕掛け以外特別なことは一個もない。やっていることは相変わらず地味です。でもその仕掛けが見せるのはどんなにだるくてもサボりたくても微々たる積み重ねを継続できる仕掛けです。
そんな仕掛けに見せられて、もはや意志を持たない作業マシンとしてここに存在しています。サボりたいと葛藤するエネルギーを養分に、気づいたら手がキーボードに吸い寄せられている。このルーティーンの魔力、完全に仕掛けにハッキングされています。派手な実績もなければバズるようなドラマもない。でもこの地味で無機質な継続の蓄積だけは間違いなく私の資産になっている。今夜もエアコンのない蒸気の中で出力を 100% にして進捗を叩き出していきます。と、霧のいいところで電源を落として歯を磨いて風呂。一日稼働した機体を点検して明日また同じ時間に起動したいと思います。と壮大に言いましたが、今日は歯を磨いて寝ます。ということです。2日目終了。おやすみなさい。3日目7時12分。今週の最高記録です。更新幅3分。昨日から3分しか縮んでいませんが、記録は記録なので、気分よく鏡を見たらこれです。髪どうなってるんですかこれ。起床時間、過去最高。寝癖、過去最悪。人生全部同時にはうまくいかないようにできているらしいです。まあこの頭で机に向かっても誰にも見られないので問題なし。爆発した髪を無事に鎮圧して席に着きます。昨日より3分早く起きた分、朝活も3分だけ長くできます。3分というとどっかのウルトラなんたらが怪物を倒すくらいの時間ですが、その3分にこれまでの5週分の進歩が全て現れます。さて、朝活だ。と煽ってみたものの、中身は昨日と本当に同じです。座って少し覚えて飽きたら手を動かしてまた戻る。5週目ともなると朝の風景、昨日と1ミリも変わりません。昨日の私と今日の私並べても間違い探しが成立しない。三日坊主が代名詞だった男が5週目の朝に当たり前の顔で座っている。これ5週間前の私が見たら多分別人だと思います。続けようと気合を入れて続けているわけではなくて、気づいたら昨日の続きに勝手に手が伸びているだけ。劇的な朝じゃない。ドラマも達成感も特にない。でもこの何でもない朝が一番自分を裏切らない気がしています。と、たかが3分間早く起きただけなのに語りすぎました。さて、あとは出社するだけです。暑い。無事帰宅しました。帰宅して今日は野菜炒めを作ります。ただ今日は彼女の分を2日分作るので、いつもより多めにと思ったんですけど、明らかに多すぎました。完全に鍋が限界に挑む絵面になっています。0.5 束のキャベツによる暴力。まだいけるよなってことで、ナスもいっとこう。で、作り終わった私は自分の分を少しだけつまんで、吉野家から買ってきた牛丼が実はメインです。頼んだのは山かけオクラ。これがめちゃくちゃうまい。私、ネバネバが好きなんですよ。オクラ、山芋、納豆。買う前から喉に行きたがっているあの一族が好きです。しかも、いかにも栄養がありそうな顔がしているのがポイントが高い。実際どうかは調べてませんが、信じることにしてみます。謎に険しい顔。ご飯を食べて夜活。今日も今日とて証拠りもなくゴングが流れます。止めても勝手に流れるので自然と座れるこの椅子。ルーティーンの魔力で今日も活動開始です。意志の力で頑張ろうとするとサボりたくなるけれど、こうして仕掛けにしてしまえばサボるという選択肢すら目の前には現れません。派手な才能も劇的な一発逆転もない日常。だけど自分の手で整えたこの地味な習慣だけは裏切ることなく私を打席に立たせてくれます。目的地のない迷子の後悔ですが、今夜もこの静かな作業スペースで私の輪郭を強くするための 1% の努力、だんだんと積み上げていきます。途中で彼女が帰ってきたので、作っておいた野菜炒めを温めて提供します。ここで私の総料理長としての一日が終わります。グッジョブ、俺。そして今日の締めはスイカバー。これ、本当に大好きなんですよ。夏の間、冷蔵庫から切らしたことがない。種のところのチョコがちゃんとチョコなのが偉い。これがガチでスイカの種入ってたら、ブチ切れますよ。ブチ切れてますよ。種を何にするのか手抜きしなかった開発者に一度お礼を言いたいです。歯を磨いて就寝。3日目終了。4日目の午後からです。今日で仕事終わり、ここからは私の夏休みが始まります。帰ってきて、まずは夜活。休みに入った初日に真っ先に机に向かうあたり、だいぶ毒されてる気がします。平日は仕事終わりのご褒美だった夜活が、今日は比べる仕事がないので、ただの夜活です。自由ってもらってみると意外と何をしたらいいかわからないもんなんですね。なのに結局、いつもの椅子に座っている時点でもう答えは出てるんですけど、でもこれをやらないと休んだ気がしないんですよ。休みって何もしないんじゃなくて、やらされていないことをやるなのかもしれません。と、それっぽく言ったところで、そろそろご飯に行きたいと思います。そして夏休み初日の夜は焼肉に来ました。平日を無事に走り切った自分へのちょっとしたご褒美です。ここの生発、これを食べると生を実感する。ありえんうまい。早速肉も焼いていきます。網に肉を乗せた瞬間のジュッという音。
あれ人類が一生飽きないように設計されてますよね、絶対。一口食べて、うめえ。で、食べながら今週を振り返っていました。先週当然のように二度寝した人間が、今週は初日以外割と全勝。特筆すべきことが何もないほど起きて作業して寝るだけの4日間でしたが、それって朝活が奇跡からただの日常になった証拠かもしれません。まあ来週から夏休みなので生活リズムが爆速で崩壊する可能性も192% くらいあります。というわけで来週は1回お休みをいただきます。崩壊しているか、耐え切っているか、答え合わせは再来週の日曜17時にお互い無理のない範囲でぼちぼち行きましょう。それではまた来週も、いや再来週も続くかな。